皆さんようこそ、東方研究スクールへ。研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は怪しい関係性のキャラを解説していきますよ。なんか物騒なタイトルだな。でも、同じところで住んでるけど実際どうなのってキャラがたくさんいるから気になるぜ。二次創作とのギャップに衝撃的な内容ばかりなので楽しみにしててください。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは、早速授業スタートです。さて、まず紹介するのはコウマ館のメイド長作屋とコウマ館に住む魔女のパチュリーノーレッジの関係性を解説しますよ。確かに、同じコウマ館で住んでいるけどあまり会話しているところ聞いたことないな。そもそも、パチュリーと作屋ってどんなキャラって方もいるかと思うのでレイムさん軽く解説してくださいよ。まずパチュリーですが見た目は少女のようですが年は100を超える魔女。普段はコウマ館の図書館に引きこもっていますが、その理由は本と髪が日光で傷むから。本人曰く本のそばにいるものこそ自分と考えています。私は丸ごとバナナのそばにいるものこそ私だと思ってる。丸ごとバナナがかわいそう。なんだと。そのため、朝から晩まで図書館の本を読みふける毎日を送っていて、暗いところで本を読みすぎているので目が悪くなっているようですね。魔力は膨大ですが病弱喘息持ちで、身体能力はあまり高い方ではありませんよ。でも奇想天では本を使って肉弾戦してきてるけどな。最近筋トレも始めたらしいですよ。もしかして魔法剣士にでも転職するつもりですか？冗談はさておき、空を飛んで移動する際には空気に乗るように楽な姿勢をとっています。その方が楽だからとのこと。ただし調子のいい時はそれ相応の実力を示せるようで、コウマ教ではエクストラ中ボスも務めています。また、コウマ館の主人レミリアとは友人なんだぜ。ヨーヨームエンドでは、レミリアからパチェというあだ名で呼ばれ、パチュリーもレミリアのことをレミーと呼んでいますね。なるほど、パチュリーとレミリアは仲がいいことがわかるな。仲がいい友人だけに軽口な描写も見られます。そして、いざよい昨夜も年齢は、本人曰く10代後半と言っていますが、落ち着いた性格と能力から見てもその発言は疑わしいと言われています。幻想郷の妖怪についてまとめた書物幻想郷演技を書いている、ヒエダー級からはどちらかというと何百年々も昔の人間のように感じることがあると言われていますね。見た目と違ってアキューも実質1000年以上生きている人間なので何かしら感じたのでしょう。幻想郷って本当に見た目で判断できないな。元から広いコウマ館を自分の能力で余計に広くし、さらにそのほぼ全てを一人で掃除しています。そのため時間を止めて、広いコウマ館の掃除をしているそうです。もし、昨夜の仕事量について気になる方はこちらを見るといいぜ。つまり昨夜はレミリアの主人でもありますがパチュリにも使えます。この二人って原作での会話あまり聞いたことないけど、二次創作ではよくどんな関係なんだ？私が見た中では二次創作では同じレミリアを慕う者同士で取り合う中で書かれることが多いですね。なんだったらマジの勝負になることもあるほど。二人とも私のために争わないで。いやあんたのために争ってるわけではないから。それはさておき、結論から言うと皆さん安心してください。パチュリーと昨夜はすごく仲がいいんですよ。ほう、そんな描写あったかな？まず東方ヨーヨームのエンディングでは昨夜が春節異変を解決後冥界からもらった桜や土といった材料をパチュリーに渡して、箱庭を完成させてコウマ館の主人レミリアを喜ばせていました。他にもレミリアと従者の昨夜がパチュのことを指してツッコミを入れているあたりを見ると仲の良さがわかりますね。例えば、エイヤ賞では昨夜とレミリアの会話で、知識人はもう間に合っている、これ以上いらない。といったように、昨夜は従者という立場ではありますが、パチュリーに対して軽口を言っているほど関係性がいいことがわかります。パチュリーは知識は豊富だけど、そのほとんどを本に頼っているため微妙にずれているところがあったりするよな。そのためコウマ館での問題解決役を請け負っているはずが、逆にトラブルメーカーになることもあるぜ。奇想天でも異変の発生にはいち早く気づいたものの、犯人を間違えてしまっていたりと、完璧そうで、どこか抜けているところ昨夜と似ている部分があるから相性も良さそうですね。奇想天のエンディングでは神社に地震が起きたので、心配してパチュリーの元へ昨夜が向かうほど。また、漫画版東方暴月賞でも、パチュリーのロケット開発の材料集めにお使いを頼んでいるところを見ると、昨夜も素直に受けていました。時期で一緒になることがあまりなかったから知らなかったけど、意外にも仲が良かったんだな。私とマリサさんとは大違いですね。お前それ本気で言ってるのか？本気で言ってたらここまで一緒に続けていないでしょ。えへへへへへ。さて、次に紹介するのは蓬莱さんかぐやと稲葉亭です。次のも気になりすぎる組み合わせだよな。どちらも永遠亭で一緒に暮らしているけど、
二人とも謎すぎるキャラ出し会話をしているところ聞いたことないぜ。まずかぐやなんですが、永遠帝という屋敷でなんと数百年も隠れ住んでいました。ですので、二次創作ではニートといったネタキャラとして登場することもありますね。映画ショー以降は結構外に出ていて、イベントも行っているようです。蓬莱さんかぐやは名前の通りかぐや姫をモチーフとされています。というよりかぐや姫本人です。だからかぐやは元月の民ってことだな。そう、かぐや姫は蓬莱の薬という不老不死になれる薬を飲んだことで、月の上来さんに地上へ追放されたのです。とは言っても、もともとかぐやは地上に住みたかったので計画していたのでしょう。ちなみに、この薬を飲むと月の都では罪になりますが、その理由は不死の誘惑に負けた、ということで汚れが生じるようになるためなのですよ。へえ、そういう理由で罪となるのか。それについては全然知らなかったぜ。服装は上着がピンクで、大きめの白いリボンが胸元にあしらわれていて、服の前を留めるのも複数の小さな白いリボンです。袖は手を隠すほどの長さと幅があり、左袖には月とそれを隠す雲が、右袖には月とおそらく山が黄色で描かれていますね。まっすぐに長い黒髪や、手足の先まで隠す衣服は純然たる和風の美を感じさせていて素敵ですね。デザインが和のお姫様らしくて私も好きなキャラだぜ。わかります。ただ、東方キャラの中では露出度がかなり少ない方なのでもう少し増やしてほしいですね。お姫様に露出度を求めるんじゃありません。月にいた頃からわがまま放題な箱入り娘として育てられたせいか、天然気味でやや世間知らずな感じがありますね。少し天然の入った物言いは、時に人間味の薄さを感じさせていて、エクストラストーリーでは突如神社の中から出現して、常人には宇宙人の行動も思考回路も不明である、と説明されていました。とはいえ、地上の知識を覚えようとしたりと実は努力家だったりするんですよ。そして、同じ永遠帝に住む稲葉帝は純粋な地上ウサギで、東方栄夜小5面10ボスを務めました。迷いの竹林とその奥にある永遠帝を住処とする妖怪ウサギ。現在は迷いの竹林にある永遠帝で暮らしているんだが、帝は永遠帝ができる前から迷いの竹林に住んでいたそうだぞ。また、竹林や永遠帝に住む妖怪ウサギたちのリーダーであり、彼女らは全て帝の手下なんですよ。幸運を授けてくれるという話があるため、珍しく人間からの人気が高い妖怪ですが、特別人間に好意的というわけでもないらしく、人間友好度は普通とされていますね。また、人間を何でも食べる意地汚い奴と考えていたこともあったようです。人里の人間はウサギ肉も食べるから愚痴ってるんだろうな。私だって丸ごとバナナ他の人に食べられたら怒るぜ。あんたのその丸ごとバナナ推し派なんなの？竹林で迷った際に帝を見かければ、抜け出せると言われているため、人間からは迷いの竹林の道案内役と思われていますよ。しかし、帝は向こうのように仕事や自分の意思として道案内をしているわけではなく、それどころか貝塚でチルノから帰り道を尋ねられた際には、やはり案内を絶っています。ほう、ということは向こうと帝ってよく出くわしてるんだろうけど、仲いいのかもな。わかりませんが、向こうはウサギの霊仙のことを霊仙ちゃんと言っているので、もしかしたらウサギ好きなのかもしれません。そして、かぐやと帝の関係を結論から言うと、皆さん覚悟してください。まさか。かぐやは蝶がつくほどペットのことを愛しています。いやさっきのは何の覚悟だったんだよ。二人の関係は契約相手の一応上司であり住処の持ち主。確か帝がかぐやと栄林の罠をくぐり抜けて契約を持ちかけたんだよな。かぐやの出番の少なさもあり、本編中ではあまり絡みはないですが、竹林の外のことをかぐやに伝えているのは稲葉たち。かぐやは永遠帝のウサギを、霊仙を含め皆稲葉と子でいて、そのリーダーは帝なので、ヒロイン経由でかぐやは外の情報を取り入れていたことになりますね。4コマ漫画の月の稲葉と地上の稲葉ではかぐやの提案に対してウサギたちを動員して手伝ったり、かぐやが何かやり始めるきっかけを恋に作り出したりしていました。へえ、そんなことがあったんだな。帝は姫様とは呼んでいるもののタメ口でかなり来やすい様子。そして、最終話までの3話分は彼女発案のゲット版商店開催までの話だったりと、ある意味霊仙と帝に続く第3の主役でもありました。主役の一人のはずの帝より目立ってた話も多かったりしますので、かぐや好きの方は月の稲葉と地上の稲葉をぜひ読んでみるといいですよ。また、ウサギたちのリーダーである帝の次にウサギたち、いわゆるモブ稲葉と一緒に写っている場面が多く、膝に乗せたり、湯たんぽにしたりもしていました。私もかぐや姫のお膝で寝てみたいと思い永遠帝に向かったら栄林に弓矢で口りました。一気な薬湯の癖が強い。暴月症でもウサギが小雨の外で餅つきをするのに対し、体調を心配して室内で行うことを勧めたり、栄林に叱られて家出した霊仙を自ら迎えに行って慰めつつ連れ帰ったりと、ペットにすごく優しいのです。帝自身も優秀な御人について良かったと言っているのでかなり友愛していることがわかりますね。
この二人を見てるとなんだか私もペット飼おうかなって思いました。お金ないんだからあんたが飼われる側だね。さて、次に紹介するのは天狗上司と後輩関係の社名丸綾と犬走りもみじです。まず綾についてなんですが、妖怪の山に住むカラス天狗の少女にして新聞記者。白霊大結界の成立よりも以前、1000年以上前の鬼がいた頃から幻想郷に住んでいて、現在の幻想郷にはない海を知っていますね。天狗に変じる前はなんとカラスだったらしいです。へえ、通常の動物から妖怪かもあり得るんだな。綾はかなり古参の妖怪だったのか。種族はカラス天狗で、天狗の一種であり、主に報道などを担当しています。天狗は里の人間から神として崇められることもある神格化した妖怪で、書籍の愚問式によれば風を起こす山の神。また、天狗は幻想郷で唯一外の世界に負けない程度の高度文明社会を有する種族で、他の妖怪よりも個々の力や団結力が強く、そして排他的なのですよ。また、綾よりも格の高い天狗がいるんだぜ。そして、犬走りもみじは山の見回りをしている白老天狗で、天狗の中では下っ端ですね。普段は滝の裏で待機していて、オフはカッパと大将棋で暇を潰しています。風神録では上司の大天狗からの命令で、山へ侵入してきた白霊霊夢と霧雨マリサの二人と、不審な神の八坂かな子を監視していました。でもこの二人は仲いいでしょ。二次創作とかで一緒に写っていること多いぜ。嘘だろ、あの名カップルが仲が悪かったのかよ。これは記事にするしかないでしょ。まさかの綾が記事のネタにされる側。姫街道旗手から見ても綾はもみじを苦手としているようで、犬猿の仲とも評されています。綾曰く、白老天狗は大天狗には敬意を払いますが、カラス天狗を軽視している節があるとか。ただ、同じカラス天狗である旗手からの評価は悪くないので、必ずしもカラス天狗全般と険悪というわけでもないらしいですね。またズンさん自身も、もみじと綾の仲が悪いのはダブルスポイラーまで外に出してなかっただけで自分の中にはあったんだよと発言。わざわざズンさんが前もって仲が良くない設定をしたのには、何か意味があるんだろうな。動物的性質上のせいとか。ズンさんは生物についても詳しいのでその可能性はありますね。ダブルスポイラーではどうやら綾の方からもみじを苦手としている様子であると言及されてからは、もみじはツンデレ、もみじは規則破りを行う綾に立場上優しくできない。もみじに酒の席で襲われたことがトラウマといった、複雑な関係を書く二次創作も増えています。もしかしたらこの先で仲が良くなることもあり得ますので注目ですね。さて、今回の授業はここまでにします。視聴者さんの好きなカップリングがあれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。